ちは。ミトロ Vlog、リリです。今回の動画は、アンバーニックから先日発売された、小型な縦型ゲーム機 RG353V のレビュー、続きの動画です。オープニングトークは少なめにして、早速、本編に行きましょう。まずは RG353V のサイズ感をお伝えするために他の縦型機種と比較してみましょう。最初はアンバーニック RG351V との比較です。これは RK3566 を搭載した縦型モデルでホールド性も操作性も良くてかなり人気機種でしたよね。見ての通り 353V は一回り小さいボディで、右のアナログスティックが追加されました。フェース部や側面のボタン配置は全く同じですが、背面の LR ボタンはかなり変更されています。形状は変わりましたが、押しやすさは 351V を継承している感じですね。次に、今年大ヒット商品となった超小型の2用ミニ。2用ミニは部材調達に問題があるのか、生産も販売も止まっているようなので、RG353V を代替購入として検討している人も多そうですね。こうやって並べると、2用ミニの小ささが際立ちますね。操作性はさておき、やっぱり魅力的な機種ではあります。まあ、買えないんじゃ仕方ないけどね。これは RG300、アンバーニックの小型な縦型の初期モデルです。これはまさにゲームボーイのようなデザイン。こちらは RG280V。この機種も人気モデルで根強いファンがいますよね。超小型ですが、上部に LR ボタンがあるので、比較的操作はしやすいです。持っている縦型モデルはこれだけです。いやー、これだけあれば十分なんですけどね。こうやって並べて確認してみると、縦型モデルって外れがあまりないんだよね。デザイン、品質は、やっぱり新型の RG353V が一番良いと思います。どうですか？サイズは参考になりましたかね？RG353V の液晶は 3.5 インチ IPS。スクリーンに密着して表示するフルラミネーション仕様です。解像度は 640×480。アスペクト比4対3で、レトロゲームの表示に最適な仕様です。ちなみに、Android 起動時には、タッチ操作にも対応しますが、353VS は非対応です。表示品質ですが、発色はかなり綺麗で、色鮮やかに再現します。また、視野角もかなり優秀で、上下左右、どこから見ても視認性が良く、クリアです。輝度も、太陽光の下とか、極端に明るい場所でなければ、まず不満に感じないと思います。低価格な製品にしては、十分な表示品質ですね。あと、細かいことなんですが、黒縁が従来機よりも狭く、横幅ギリギリまで表示するのと、他機種ではスクリーン下部にあった大きなアンバーニックロゴが、この機種では省かれたので、見た目もだいぶスッキリしました。デザインがよく感じるのは、このおかげもありますね。それにしても、ロゴを消すなんて思い切ったことしましたね。RG353V が搭載する RK3566 というチップセットは、アンツツベンチマーク数値が約6万1000点ぐらい。最近のスマホに比べれば、性能はかなり非力です。
実行できるエミュレーションは、ドリームキャストや PSP のゲームタイトルであれば、大概は動作しますし、セガサターンも、タイトルによって、おおむね遊べるパフォーマンスを発揮します。RG353V は、Android も起動できますが、残念ながら、Google Play はインストールされていないので、アプリの導入やカスタマイズにある程度の知識が必要になります。フロントエンドと言われているランチャーが利用できますが、あまり使い勝手が良くないですね。そもそも性能が低いので、原神のような Android の重たい 3D ゲームの実行は難しいですし、Android はおまけ程度に考えておく方が良いと思います。レトロゲームを目的とするなら、Linux 起動専用の RG353VS の方が価格も安価だし、性能には大きな違いがないのでおすすめかなと思います。もちろん V と VS の価格差は3000円程度なので、Android も試してみたいのであれば V を購入する方が後悔はないと思いますけどね。RG353V にプリインストールされているファームウェアもかなり出来は良いですが、やっぱりパフォーマンスを最大限に発揮させるにはカスタムファームウェアの導入がおすすめです。すでに ArcOS がリリースされていますし、JELOS も次期バージョンで正式に対応するとのことです。公式ファームウェアで動作が重かったタイトルのゲームもカスタムファームウェアにすることで快適に動作する可能性があります。ArcOS は導入方法を動画にしてありますので参考にしてください。概要欄に関連リンクを貼っておきますので、気になる人はチェックしてみてくださいね。ファームウェアの導入解説動画は正式な対応版が出たら作ろうかなと思っています。はい、今回は RG353V のレビュー2回目となる動画でした。353V を外部コントローラーにするコントローラーモードや PC ゲームのリモートプレイも解説しようと思ったんだけどね。いまいちうまく動作しなかったので、今回はやめておきました。もう少し検証して、うまく使えたら動画にするかもしれません。最後に RG353V について私の感想ですが、いつも持って出かけるぐらい気に入っています。サイズ感と操作性のバランスが良いモデルですね。購入された方もたくさんいると思うんですが、皆さんはどうですかね？良い点、悪い点などあればコメントで教えてください。はい、そんな感じで今回はこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録がまだなら登録してくださいね。じゃあまたね。おやすみなさい。